さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。94回目の今回は、現在ソフトバンクの監督を務めている選手の紹介になるよ。その選手とは、西武、ダイエー、巨人、横浜に在籍していた、工藤公康選手だよ。長い現役時代もさることながら、監督としても圧倒的な成績を残している工藤選手、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。工藤公康、1963年5月5日生まれの58歳、愛知県名古屋市天白区出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家を務め、現在はソフトバンク監督を務めているよ。工藤は小学校3年生から野球を始め、父親に野球を教えられ、共にキャッチボールなどしていたが、当初は野球が好きではなかったそうだよ。これは、熱狂的な巨人ファンであった父親が、巨人が負けると機嫌を損ねて、子供たちに当たり散らしたり、キャッチボールの際に息子がうまく投球できないと、自分でボールを拾いに行かず、早く取ってこいと、怒鳴るなどしていたためだったそうだよ。中学卒業後、中学時代から評判の好投手だった工藤は、地元名古屋市の野球部名門校である、愛知工業大学名電高等学校や、共栄高校などからスカウトされたそうだよ。愛工大名電に入学し、1年生の秋からエースとして背番号1を着用。高校時代は制球力を鍛えるため、学校とグラウンドの間を連日走ったり、同期と共に投球練習を繰り返したりしていたよ。高校時代は、同学年の牧原、浜田と共に、愛知サンバガラスと呼ばれ、1981年4月29日、春の愛知県大会の準々決勝で、牧原を擁する大部高校と対戦し、牧原から場外本塁打を打って7対1で勝利。そして県大会で優勝し、中部大会に進出したが、2回戦で逆転サヨナラ負けを喫したよ。同年の夏の甲子園では、長崎西高校との試合で、16奪三振を記録し、史上18人目のノーヒットノーランを記録。金村を擁する報徳学園高校との準決勝に臨み、7奪三振、13被安打の投球内容で、試合は3対1で敗退、決勝戦進出を逃したよ。甲子園での活躍をきっかけに工藤は、屈指のサウスポーと高い評価を得るようになり、熊谷組、リッカー、東京ガス、本田技研など、社会人野球チームに十数社が、高校に工藤の入社を依頼していたそうだよ。一方でプロ球界のスカウトからも、即戦力の左腕と評価され、1981年のドラフト会議における、目玉選手として注目されるようになり、金村、牧原と共に大型投手トリオ、高校のビッグ3と、地元の新聞では、ドラフトでは人気を集め、1位指名は確実、と報道されていたよ。工藤本人はセリーグ球団を希望していたが、ドラフト会議4日前に突然、プロ入り拒否を宣言。同日に工藤の父も、指名の挨拶をしてきた旧球団に対し、指名お断りの文書を発送。これは工藤の父が、息子は甲子園に出てから慢心の気配がする。人間形成のため就職すべき、と考え、熊谷組に就職させようとしたためで、工藤は両親から説得され、一時はプロ入り拒否を宣言したそうだよ。しかし、ドラフト会議当日に、西武が6位で工藤を強行指名。工藤は指名直後こそ、進路は決定している。プロには行かないと言ったのに、指名されてびっくりしていると述べたほか、工藤の父も、入団交渉に応じない構えを見せていたが、根本管理部長が指名直後に、挨拶に出向き、その後もスカウトを中心に粘り強く交渉。その結果、工藤も両親も最終的には本意し、工藤は12月28日に西武入団を表明して、西武と契約。工藤は同月12日に正式に、西武への入団を発表したよ。入団1年目の1982年から、監督の疲労家から、坊やと可愛がられていたが、一方でその疲労家から厳しい指導を受け、大きな影響を受けたよ。疲労家からは、マウンドでおどおどしない。球の力もプロ級で、短いイニングなら使える、と評価を受け、高卒新人ながら開幕1軍ベンチ入りを果たすよ。8月31日の日本ハム戦でプロ初勝利。同年は中継ぎで起用されて27試合に登板し、1勝1敗、防御率 3.41 と好成績を残したよ。2年目の1983年は、新人王候補の筆頭として注目されたが、5月15日の近鉄戦で3番手投手として登板し、シーズン初勝利。同年も主に中継ぎで起用され、防御率も 3.24 を記録した一方、2試合に先発。しかし、入団3年目の1984年は、わずか9試合の登板に終わり、精神的に甘い面があると感じた疲労家が、ハングリー精神を身につけさせるため、アメリカのマイナーリーグへ留学させたよ。工藤は留学先でメジャーリーグを目指し、真摯に野球に取り組む選手たちを見たことが転機となり、帰国後に宮田コーチの指導を受け、主力投手となったよ。
1985年1月5日に、キャッチボールをしていたところ、肩を痛め、開幕直後は2軍で治療に専念したが、4月中旬に1軍に昇格して以降も、中継ぎ、ワンポイントで登板。7月9日の南海戦でプロ入り初の関東勝利を挙げると、8月2日の日本ハム戦、8月8日の近鉄戦と、3戦連続で関東勝利を記録。34試合に登板し、8勝3敗、防御率 2.76 の成績を残し、最優秀防御率のタイトルを獲得して、3度目のパリーグ優勝に貢献。1986年は7月13日の近鉄戦で9回ワンアウトまで、ノーヒットノーランに抑える快投を見せたよ。また11勝を挙げ、完投数も10を記録。広島との日本シリーズでは、西武が第1戦を引き分けた後、3連敗で迎えた第5戦の延長12回、投手である工藤が、サヨナラ安打を記録。その後西武は息を吹き返し、4連勝で日本一。1勝2セーブを挙げた工藤は、シリーズ MVP に選ばれたよ。1987年は15勝を挙げたほか、シーズン最多の23完投を記録し、2度目となる最優秀防御率、最高勝率とベストナインのタイトルも獲得。日本シリーズでは、巨人に1完封を含む2勝1セーブで、前年に続き2年連続 MVP を受賞。1988年は開幕戦は完封勝ちを記録するも、その後は打ち込まれる試合が続き、6月に2軍落ち。1軍復帰後は調子を取り戻し、10勝10敗1セーブ、11完投を記録し、3年連続で2桁完投を記録。1989年は調子を落とし、4勝8敗2セーブの成績で終わり、中継ぎで登板することもあったよ。1990年は故障離脱があり、9勝を挙げたものの、1984年以来となる、投球回数100未満でシーズンを終了。1991年シーズンには、自己最高の16勝を挙げ復調し、最高勝率を獲得。1992年も11勝を挙げ、チームのリーグ優勝と日本一に貢献したよ。1993年のシーズンは15勝3敗、最優秀防御率、最高勝率、ベストナイン、そして自身初となる、パリーグ MVP を受賞。そしてこの年のシーズンオフから始まった、FA 権を取得するも西武に残留。1994年も11勝を挙げ、4年連続2桁勝利を記録したが、秋の契約更改時に、それまで老朽化していた練習設備の改善を、訴え続けていたものの、球団からは前向きな答えが返ってこないことから、11月9日に FA 権行使を表明し、11月15日に西武を退団。そして根本が球団社長、大賀監督に就任した大英への移籍が、12月6日に発表されたよ。同年、石毛も FA でホークスへ移籍したが、同一チームの2選手が、別の同一球団へ、同一年度に FA 移籍した、史上初の事例となったよ。1995年、移籍後の初登板は、古巣西武との開幕戦の先発で、この試合は大乱打戦で、工藤も4回を投げ8失点だったが、試合はチームが勝利したため負けは免れたよ。シーズンでは、チームトップの12勝を挙げたが、チームは不振で自身初の B クラスとなったよ。1996年は、2年連続の開幕投手を務め29試合に先発し、9完投を記録し8勝を挙げ、初の178奪三振で、最多奪三振のタイトルを獲得。成績は8勝15敗、防御率 3.51 の成績で、リーグ最多の15敗を喫したよ。1997年は背番号を、西武時代と同じ47に戻し、同年は2年ぶりの2桁勝利となる11勝を挙げたが、1軍定着後初となる、関東例でシーズンを終えたよ。1998年は2年ぶりに開幕投手を務めたが、7勝にとどまり、チームは大英譲渡後初となる、A クラス入りを果たし、工藤自身、西武時代の1994年以来4年ぶりに、A クラスを経験。1999年は、エースとして11勝を挙げ、4度目となる最優秀防御率と、2度目となる最多奪三振のタイトルを獲得。大英の福岡移転後初の、リーグ制覇に大きく貢献し、MVP に選ばれたよ。中日と対戦した日本シリーズでも、第1戦に先発し、シリーズ新記録となる、13個の三振を奪って完封したこの試合で、自身の日本シリーズ通算奪三振数を86に伸ばし、稲尾が持っていた記録を塗り替えたよ。当時中日監督の星野は、敵を褒めるのは嫌だが、工藤はうちを0点に抑えたわけで、大したもんだ、と悔しさをあらわにしてコメント。工藤自身はこの試合のピッチングは、生涯最高の出来だったと評し、三振を奪うのもゴロを打たせるのも、自分の思い通りにいったと後に自著で語っているよ。圧倒的中日有利との評価の中、大英が4勝1敗で日本一に輝き、工藤もシリーズ優秀選手に選ばれたよ。
そしてシーズン終了後の11月1日に FA 宣言し、一時は中日かメジャーに絞られたとも報道されたが、最終的に読売への移籍が、12月14日に発表。背番号は47、4年契約は辞退し、単年契約を結んだよ。ちなみに移籍に際し、福岡では工藤の残留を願う、17万3000人もの署名が集まったそうだよ。それに対し工藤は移籍後、約7年かけて署名に参加した、ファン全員に住所と宛名を、自筆した感謝の手紙を送ったそうだよ。巨人移籍1年目の2000年は、優勝請負人として投手陣を引っ張り、シーズン序盤から勝ち星を重ね、前半戦だけで10勝を挙げるよ。シーズン終盤に右ふくらはぎを痛め、一時離脱したものの、12勝を挙げてリーグ優勝に貢献し、最優秀投手賞を受賞。日本シリーズでは第1戦に先発し、古巣の大英を退け、2年連続の日本一に輝いたよ。しかし、翌年2001年は、左肩の故障に苦しみ、5試合の登板に終わったよ。2002年は移籍後初、自身としても1999年以来の防御率2点台ながら援護に恵まれず9勝8敗。それでもチームのリーグ優勝と日本一に貢献。日本シリーズでは古巣の西武と対戦、第3戦に先発し、8回に失点8奪三振の好投を見せ、チームも勝利。工藤自身も勝利投手となり、シリーズ奪三振日本記録を100にまで伸ばしたよ。2003年は故障で戦列を離れたこともあり、7勝6敗、防御率 4.23 の成績で終わったよ。2004年8月17日のヤクルト戦で2失点完投勝利で通算200勝を達成。日本プロ野球史上23人目、41歳3ヶ月での200勝は当時の史上最年長記録。また、この試合でプロ入り初本塁打を記録。41歳、プロ入り23年目での初本塁打は日本プロ野球史上最年長記録だよ。同年は防御率4点台ながらも4年ぶりの2桁勝利を挙げたよ。2005年5月19日のソフトバンク戦で、セリーグ最長関東勝利記録を更新。2005年8月26日の阪神戦で、最年長2桁勝利記録を更新。この年の工藤は11勝を挙げたが、規定投球回には到達できなかったよ。2006年はシーズン前半に3勝を挙げ、7月には広島の大野を上回り、プロ野球史上初の43歳2ヶ月以上の現役左腕投手となったよ。しかし肩数を8勝し登録抹消。最終的に3勝2敗、防御率 4.50 の成績でシーズンを終えたよ。12月の契約更改では、限度幅を超える年俸ダウンの提示を受け保留。年越し、トレーニング地へ渡米していたよ。しかし、工藤の自主トレ期間中に、門倉が FA 移籍したことに伴う人的保障で、横浜ベイスターズへの移籍が決まったよ。2007年の1月9日、横浜への移籍が正式に決定。自身が FA 移籍をし、なおかつ FA の人的保障となったのは、2006年の江藤に続き2例目。また横浜へ移籍後も背番号は47となったよ。2007年4月1日、巨人戦に登板し、一軍での実動年数が26年になり、野村克也の持つ、プロ野球最長記録に並んだよ。しかし開幕当初は不安定な投球が目立ち、3連敗で自ら2軍行きを志願し調整。5月11日の広島戦の9回に、9年ぶりのリリーフ登板で1軍復帰。5月23日、西武戦に先発で登板し勝利投手になったことで、米田と並んでいた22年連続勝利記録を更新し、23年連続勝利を達成。また、44歳以上での勝利投手は、史上2人目の記録だったよ。同年7月12日の中日戦で、6回裏に中田からヒットを放ち、44歳2ヶ月という、セリーグ最年長安打記録を樹立。さらに9月26日の阪神戦で、5回裏に橋本からヒットを放ち、44歳4ヶ月と自身の記録を更新したよ。2007年7月24日の巨人戦に先発し、勝利投手となったことで、史上初の近鉄を含めた、全13球団から勝ち星を挙げた投手になったよ。2008年4月1日のヤクルト戦で、先発して実動27年となり、野村と並んでいた実動26年を更新し、歴代単独1位となるも、肘を故障し、この1試合のみで2軍に降格。2009年には、背番号47の着年数が26年に達し、プロ野球新記録となったよ。4月8日には、古巣の巨人戦に先発し、自らの持つ実動年数記録を、28年に更新。その後2軍での調整を経て、チームの方針からリリーフに転向。工藤の本格的なリリーフは、1989年以来20年ぶりのこととなったよ。5月5日の巨人戦では、自身初のホールドを記録。
同5月25日の楽天戦で、4番手で9回表に登板し無失点で抑えると、チームが逆転サヨナラ勝ちをしたことにより、自身が持っていた、44歳4ヶ月のセリーグ最年長勝利記録を、46歳20日に更新。7月1日のヤクルト戦で、6回から登板し、その裏チームが逆転し勝利したため、通算224勝目を挙げたよ。そしてこれが、プロ野球生活最後の勝利となったよ。この年自己最多の46試合に登板したが、9月15日、選手の若返りを図りたい球団本部から、戦力外通告と、シーズン終了をもって自由契約となる、旨の通知を受けると、現役続行の意思を示し、古巣の西武が獲得の意向を示したよ。2009年11月14日、工藤が、家族会議の結果、西武にお世話になることに決めたと、16年ぶりに古巣に復帰することになったよ。デビュー以来、毎年つけ続けてきた背番号47は、主軸左腕投手のホアシが着用。ホアシは、もともと、工藤さんの番号と、返還の意向を見せたが、工藤本人が、若くて旬な選手に気を使わせたくないと誇示し、11月16日に、背番号は55と発表されたよ。2010年7月18日、前半戦終了間際に、復帰後初めて1軍登録。7月20日のソフトバンク戦で、7回に先発野上の後を受けて2番手で登板し、自身が持つ実動年数の記録を29年に更新。しかし、以後は10試合で0勝2敗、防御率 10.50。8月25日のロッテ戦では、同点の場面で登板したものの、勝ち越しの本塁打を打たれ、28日に登録抹消。そして9月27日に球団から戦力外通告を受け、10月1日に退団。西武退団後も、現役続行の意思を表明していたが、2011年シーズンは、獲得に名乗りを上げる球団が現れず、トレーニングを続けながら、メジャーへの挑戦も視野に入れて、1年間浪人。7月、秋にメジャーのトライアウトを、受験するつもりである旨を表明したが、肩の傷が癒えなかったことから、受験には至らなかったよ。2011年11月22日のスポーツ報知の取材で、肩関節芯に炎症を抱えるなど、肩の調子が上がらないことで、本人の口から引退を示唆する発言が出たよ。ただ最終的な身体判断は、家族と話し合って決めるとしていたよ。その後、横浜ベイスターズを買収した DNA に新監督就任を要請されたが、12月5日に交渉が合意に至らず破談したことが明らかになったよ。工藤はこの時、香取と達川の入閣を要求したが、高田 GM により却下されているよ。そして12月9日、自身のブログで、肩の故障が治癒しないことから、現役引退を決意したことを表明。2012年4月7日、西武ドームでの、西武対ソフトバンク戦の試合前に、工藤による始球式と引退セレモニーが行われ、工藤と共に西武黄金時代を支えた、西武監督の渡辺がキャッチャー、ソフトバンク監督の秋山が打席に立ったよ。工藤の投じた緩い大きなカーブは、ワンバウンドし、工藤自身、マウンドから届かなかったのは初めてと、コメントしているよ。2012年からは、日刊スポーツ評論家や文化放送、ライオンズナイターの解説者として活動。テレビ朝日の報道ステーションにも、日本ハムの監督に就任した栗山の公認扱いで、プロ野球担当スポーツキャスターとして、定期的に出演。2013年7月19日、自身のブログで筑波大学大学院に合格したことを発表。翌年4月、同大学院人間総合科学研究科に、西、吉井と共に入学したよ。2014年11月1日、西武、大英の先輩でもあり、前任監督であった秋山の優退を受け、その後を引き継いで、福岡ソフトバンクの監督に就任することが決定し、王球団会長同席のもとに、就任記者会見を行ったよ。投手出身のホークスの監督は、杉浦以来26年ぶり。なお、監督就任にあたり、工藤の背番号は当初、王が大英、ソフトバンク監督在任時代に着用していた、89をつけるという報道もされていたが、前任者の秋山が着用していた、81を引き継ぐことになったよ。2015年シーズンは、交流戦は12勝6敗、首位の日本ハムと 0.5 ゲーム差の2位で終えるも、6月16日の、阪神対日本ハム戦で、日本ハムが敗れたことで、ソフトバンクの交流戦勝率1位が確定。その後、福岡移転後最速でマジック38が点灯し、9月6日の楽天戦に勝利し、3位以内が確定、両リーグ一番乗りでの CS 進出を決めたよ。9月17日、西武戦に勝利し、パリーグ最速でリーグ優勝を決めるよ。CS ファイナルステージではロッテと対戦し、4勝0敗で日本シリーズへ進出。
日本シリーズではヤクルトと対戦し、4勝1敗で就任1年目にして、レギュラーシーズン、CS、日本シリーズの3部門において、完全優勝を成し遂げたよ。2016年は首位を独走し、一時は2位に最大11.5ゲーム差をつけていたが失速、日本ハムに逆転され2位に終わり、CS でも敗退。秋山監督時代から続いていた、日本シリーズ連覇が2で途絶えたよ。2017年は、参謀役に立川を一軍ヘッドコーチに招聘。シーズンは2位西武に、13.5ゲーム差をつけてのリーグ優勝。CS は楽天に4勝2敗、日本シリーズでは DNA に、4勝2敗で日本一。なお、この勝利で選手監督通じて、選手時代に所属した球団すべてから、日本一を挙げることとなったよ。その後、2018年、2019年は2年連続で、シーズン2位からの下克上を果たし、日本シリーズ3連覇を達成。就任5年でリーグ優勝2回、日本一を4度達成し、2019年シーズン終了後、2021年までの契約延長が発表されたよ。2020年は、中盤から首位に立ち、一時は独走状態となりながら、10月に入り2位ロッテにゲーム差なしまで迫られたが、直後の12連勝で、2位以下を突き放し、10月27日、2位ロッテとの直接対決に勝利し、3シーズンぶりのリーグ優勝を果たすよ。CS ではロッテに連勝し突破、巨人との日本シリーズでは、前年に続き4連勝で優勝、2018年の第3戦から続く、日本シリーズにおけるチームの試合連勝記録を12、また2011年の第7戦から続く、日本シリーズにおける本拠地連勝記録を、16にまで伸ばしたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。ドラフト会議前の中日スポーツにて、好きなプロ球団は巨人。好きなプロ野球選手は原、篠塚と報道されており、本人も近所の人に中日に入ったら、とよく言われますが、僕は巨人が好きなんです。巨人戦はテレビでよく放送するから、と話していたよ。巨人移籍後に、大英時代の同僚であり、公私ともに親交の深かった藤井が亡くなったが、シーズン中にもかかわらずスーツ姿で葬儀に参列。大英のユニフォームを着た選手と共に棺を担いだよ。当時藤井の本当の病状については、関係者でもごく一部にしか知らされておらず、工藤は後に、本当の病状を知っていたら FA 移籍はなかったかもしれない、と語っているよ。横浜時代のチームメイトだった加藤は、工藤の姿を見て大いに勉強させられ、横浜を戦力外通告後に、阪神に移籍した際の活躍の原動力になったと語っているよ。工藤自身も、報道ステーションにて、加藤の奮闘ぶりを称える発言をしているよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、29年ものプロ生活、それを維持するだけでも相当な精神力が必要じゃないかと思ったよ。全体的な成績も安定的に残し、様々なタイトルも獲得。その他にもチームのことを考えて後進の育成にも注力。ソフトバンクの監督になり、選手層が豊富だったチームだったけど、それだけではここまでの成績は残せないと思うよ。もし工藤選手が、横浜の監督になっていたらどんな結果になっていたのか、正直気になるところだけど。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。